皆さんごきげんよう、上川薫です。今回最初に取り上げる話題は、財務省が2026年から消費税を 22% まで増税してはどうかと政府に提案したというニュースが入っています。あなたはこれを聞いてどう思われるでしょうか？消費税が 22% と聞くと、これはかなり高いのではないかと思います。さて、ここで一つ問題です。私のこの発言を聞いて、いやちょっと待てよと思った人も多いでしょう。なぜならば、この話題は日本での消費税ではなく、ロシアの消費税の話題だからです。ロシア財務省は2026年より日本でいう消費税にあたる付加価値税を現在の 20% から 22%、つまりプラス 2% の増税案を政府に示しました。現在のところ、プーチン大統領やもしくはロシア議会においては、この財務省提案について否定するような動きは見られておらず、ロシアにおける消費税 22% というのは実現しそうだという報道が出ています。このように日本の話題ではなかったものの、しかしあなたが消費税 22% 聞いた時のその第一印象といったものは、ロシア国民も同様に思っていることでしょう。ああ、増税されてしまうのかと。どこの国においてもそうですが、増税しますよという話を聞いてやったーと喜ぶような人はあまりいないと私は思っています。あなたはどう思われるでしょうか？というわけで今回はウクライナ情勢についての関連ニュースを取り上げていきます。では冒頭の話題について、ロイター通信より、ロシア財務省付加価値税引き上げを提案。ウクライナ戦費確保。ロシア財務省はウクライナ戦争4年目となる2026年の軍事費を賄うため、付加価値税の税率を20% から 22% に引き上げる案を示した。プーチン大統領は、アメリカがベトナム戦争や朝鮮戦争の際に富裕層に対する増税を行ったことに触れ、戦時財政をやりくりするため一定の増税を容認する姿勢を示した。財務省は、増税は主に国防と安全保障のための資金調達が目的と説明し、ギャンブル事業者などへの増税も提案するとした。戦略的優先順位は、国の防衛と安全保障のニーズに対する財政支援と特別軍事作戦参加者の家族に対する社会支援であると表明。予算で計画された財源によって軍への必要な武器、装備品の配備、軍人への給与支払い、軍人家族への支援、防衛企業の近代化が可能になると述べた。このようにプーチン大統領も、他の国だって戦争している時には増税をしたんだから、ロシアにおいても増税するのは別に不思議なことではないといったような話をしています。ですからこの増税案については、このまま推進されることでしょう。なお、この記事でもちょっと書かれていることですが、現在でもなおロシアのプーチン大統領は、今のウクライナに対する侵略行為を戦争行為だとしては表現していません。未だに特別軍事作戦としています。このプーチン大統領の言う特別軍事作戦は、国の財政を傾けるほどの悪影響をロシアにもたらしています。現在軍事関連の予算は全体から言えば35から 40% に迫ろうとしています。それだけの額が軍需産業に流れることによって大量生産、大量消費が行われています。これをもってして GDP も若干下支えされている面はあります。しかし、そのような歪な形での経済指標といったものは民間経済にとっては圧迫要因となっています。多くの人々が軍隊に取られていき、そして多くの死傷者が出ています。これに関してもプーチン大統領は、今我が国においては非常に低い失業率であり、経済は好調だという話をしています。多くの人々を戦場に駆り出しているのですから、これをもってして失業者が少ないことを誇るというのもまた変な話です。そしてこのように増税をしようという話をしているのは、財政余力がだんだんと失われていることを意味しています。本格的な侵攻が行われる前、ロシアは資源大国であり、石油や天然ガスを海外へと大量に販売し、それによって利益を貯金してきました。国民福祉基金と呼ばれるような貯金には30兆円以上のお金が貯まっていたと言われています。しかし、2022年以降の本格的な戦争が長期化することに伴って、そうした貯金についてもどんどんと取り崩しを行い、現在では5兆円以下になりました。つまり25兆円以上は貯金を使い果たしたわけです。物質面においてもソ連時代に作られた兵器類を再生し、前線へと送り込んでいく。この流れについてももはや限界に達しています。そのことについてはロシア側も把握しており、再生品が作れないのであれば新しいものを作っていけばいいやと、軍事予算をかけて生産体制の拡充に取り組んでいたわけです。そのために完全にゼロになったわけではありませんが、現在でもなお
新しく作った戦車や装甲車が戦場へと送られていきます。ただし、以前に比べると全体の数が減少していることから、装甲戦力による突撃といったものは大幅に数を減らし、今ではバイク兵を中心とした兵士を使い捨てにするような人海戦術が主力の戦い方となっているわけです。増税といったものはロシア国民全体にのしかかるものです。現在ウクライナが行っている戦略資源に対する攻撃は、石油や天然ガスによる収入を少しでも削ろうとする動きです。この悪影響といったものを抑え込もうと、ロシアの中央政府は施設の復旧に全力を投じていますし、また人々が集中している大都市圏に対しては燃料不足が起こらないようにと気を配っています。しかしお金の巡りが悪くなっているということは、結局のところ戦争を遂行する上での国家財政に打撃を与えていることであり、今回のような増税といったものも引き起こしているわけです。日本国内の親ロ派の人たちは、日本政府よりもロシア政府の方がよっぽど頼りになるみたいな無茶苦茶なことを言うわけですが、消費税にあたる付加価値税が 22% に上がるのを喜べるようなちょっと奇特な人のように思えます。さて続いては継続的に行われているウクライナ軍による戦略資源に対する攻撃。今日は新たな攻撃の報告が入っていました。ロイター通信によると、ロシアの石油化学施設、ドローン攻撃を受ける。ウクライナが集中攻撃という記事が出ています。攻撃した先の場所がこちら。ロシア南部バシコルトスタン共和国にある同国最大級の石油化学施設、サラバト石油化学コンビナートがウクライナのドローン攻撃を受けた。同施設への攻撃は1週間足らずで2度目となる。この施設はエネルギー大手ガスプロムが管理しており、先週もドローン攻撃を受けていた。ウクライナはこの数週間、ロシアの広大な石油・ガスインフラへのドローン攻撃を強め、精製費用や輸出向けパイプラインを標的にしている。攻撃を受けて炎上していると撮影している様子がこちら。この記事にもありましたが、連続的に攻撃を行っていて、また今回も攻撃が成功したというのが見ておくべきポイントでしょう。素人の私でもわかるぐらいにウクライナは戦略資源攻撃を徹底的に行っています。ですからロシア側もこれに対応して、それぞれの施設に防空部隊を配置するといったことを行えば、被害を低減することができます。しかしそれができていないからこそ、同じ施設にまた攻撃をして、そしてまた攻撃が成功するといったことが繰り返されているわけです。ロシアは非常に国土が広大です。そこにガスや石油関連の施設が点々とあちこちにあります。どこか一箇所に集まっているわけではありません。それぞれの場所に部隊を配備し、守りを固めようと思えば、お金も人も非常に多くかかります。今後守りを固めるためにも、ロシア国防省はもっと多くの予算をつけてくれと要求しているのかもしれません。そしてそのようなお金を用意するためには、増税が必要だなというふうな決断が下されたのかも、なんていうことをちょっと思ってしまいます。なぜそのようなことを思うかといえば、ロシアのプーチン大統領は2030年まで増税することはないだろうという話を以前は行っていました。また、今年6月においても、ロシアの財務大臣が税制に今大きな手を加えることはないというような話をしていました。ところがそれから3ヶ月やっぱり増税しますというふうに財務大臣の意見が変わったわけですから、その間行われたウクライナの戦略資源に対する連続的な攻撃の成功といったものがロシア政府の考え方そのものを変えることにつながっているのではないかと思うのです。次に、大きな成果になったわけではありませんが、水上ドローンによる攻撃といったものがかなり遠方に対して行われました。現在ロシアの黒海艦隊はクリミア半島から撤退し、ノボロシースクという場所に移動しています。正式にこの場所が黒海艦隊の母港になったわけではありませんが、寄港地として多くの軍艦が身を寄せているところです。今回この場所に白昼堂々ウクライナ軍の水上ドローンが突撃してくるといった様子が動画で拡散されています。こちらの映像は住民が撮影したもの。ロシア軍の銃撃によってこの水上ドローンはこの後爆発炎上します。ただこのようにクリミア半島を大回りでやってきてここまで到達しているということがちょっと脅威でしょう。ロシア軍の海上防衛体制がかなりずさんなものになっているものとみられます。なおこの攻撃は水上ドローンだけではなく飛行型のドローンも攻撃に参加していたとのことで、ウクライナとしては黒海艦隊に対する打撃を狙ったのでしょう。ロシア軍はこの水上ドローンと飛行型のドローンどちらに対しても迎撃を行い被害は出なかったとしています。ただし住民の撮影しているところでは街で火の手が上がっています。
ロシア軍は軍に対する打撃が及ばないようにと、街の上空でもウクライナ軍ドローンを迎撃したものですから、その墜落現場において火災が発生したものとみられています。そして今回攻撃が成功はしなかったものの、海上戦力としてのドローンも開発が進められています。ボート型のドローンといったものが今回は使用され、成果を上げることはできませんでした。しかし白昼堂々ロシア本国まで達することができたのですから、もっと潜伏能力を高めたドローンであれば攻撃が成功した可能性は高かったでしょう。そのため現在開発が進められているドローンは水中型ドローンです。見た目どう見ても巨大な魚雷であるとか、逆に小型の潜水艦のように見える水中兵器となっています。この兵器による攻撃が実施された場合においては、おそらく映像としては残ることはないでしょう。しかし、これだけの大きさですから、破壊力としては十分でしょう。今後実戦に投入され、成果が上がるのが期待されます。もちろん実際には航続距離の問題やロシア側の艦艇による警戒をどうかいくぐっていくかなど、様々な課題が出てくるでしょう。ただ戦争が長期化している以上、問題が上がってくればその問題を解決した上で兵器が進化するといった流れは延々と繰り返されていきます。飛行型のドローンの進化が激しく進んでいるように、海上海中の戦力であるドローンについても同様の進化が促されるものとみられます。さて最後にちょっと取り上げる話題はトランプ大統領の発言。トランプ氏、ウクライナは全土をロシアから取り戻せると立場を一転。BBC ニュースより、トランプ大統領はウクライナは全土を元の形で取り戻すことができると SNS に投稿した。この発信に先立ち、アメリカ・ニューヨークで開かれている国連総会で演説。その後、ゼレンスキー大統領と会談した。トランプ氏は投稿で、ウクライナはヨーロッパと NATO の支援とロシア経済への圧力によってこの戦争が始まった時点の元の国境線を取り戻すことができるとした。またもしかしたらウクライナはそれよりも先まで行くかもしれないとも書いた。それが何を指すのかは明らかにしなかった。従来の発言と異なっている点に関してトランプ氏はウクライナとロシアの軍事的経済的状況を知り完全に理解した後でのことだと説明した。またプーチン大統領に対してプーチンとロシアは大きな経済問題を抱えているとし、今こそウクライナが行動すべき時だと書いた。さらにロシアをハリコの虎と呼んだ。トランプ大統領のハリコの虎だというような表現に対してはロシアは速やかに反応しています。ロシア大統領府はロシア経済の弱体化を指摘し、まるでハリコの虎としたトランプ大統領の主張を一蹴。ウクライナでの軍事作戦は継続以外に選択肢がないと述べた。ロシア大統領府のペスコフ報道官は、我々はプーチン大統領が定めた目標を達成し、我々の利益を確保するために特別軍事作戦を続けている。これは現在と将来のための行動であり、多くの世代にわたって続く。したがって他の選択肢はないと強調した。報道官はハリコの虎という表現には反論したが、3年間の急成長後に経済が減速し、手強いインフレに直面していることは認めた。また、アメリカ政府との関係改善に向けた取り組みについては、悲観的な評価を示し、その成果はほぼ皆無で、進展は非常に鈍いと述べた。トランプ大統領が突然のようにウクライナはうまくいくだろうみたいな話をしたのは、トランプ大統領にウクライナの遠距離攻撃がかなり成果を上げていると、誰かが説明したのでしょう。ただし、トランプ大統領のこのような発言は、アメリカが支援するよといった話とは全く無縁の話なこともあり、実質的にはウクライナにとっては特に援護射撃にはならないでしょう。しかし一方でトランプ大統領がロシアに対する評価をだんだんと下げているといったことは、これは見ておくべきポイントだと言えます。なぜならばトランプ大統領の従来の発言というものを見れば、ウクライナはロシアに絶対勝てない、ウクライナはなんで抵抗しているんだみたいな形でウクライナ側を批判するといったことがこれまでは彼の意見の下地としてありました。しかしここに来てロシアも経済が問題を抱えており、思ったほど強くないなという表現としてハリコの虎といったような言葉が出てきたわけです。実際永遠に戦えるような経済力がロシアにあるわけではありません。ソ連時代の遺産を食い尽くし、そして資源国家として
経済を回していたものも、ウクライナが遠距離攻撃の手段を獲得し、その能力を拡張している中においては、だんだんとその脆弱性についても疲れるようになってきたわけです。ですから確実に状況の変化といったものは起こり続けています。トランプ大統領は基本的には強いものに対しては強く出ることができないという面があります。それだけにロシアに対する評価が下がってきている状況というものは、だんだんと勝ち馬に乗ろうとする意識が生まれる下地になるわけで、ウクライナによる遠距離攻撃といったものは、ロシア自身の政策変更にもつながるし、その周りの国々のロシアに対する評価も変えるという意味においては役に立っているわけです。戦争というものは軍事的な面だけではなく、それに絡む政治的な変化といったものを引き起こし、それによって複雑に絡み合って動いていくものです。ぜひともその推移について情報を更新していってください。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして情報の整理整頓、更新に役立ったなと思われる方は、ぜひとも他の方にもお勧めしたり、スーパーチャットのご利用などもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。